はファインモールドの令和の冷戦が登場するまでに今まで販売されてきた冷戦棒新潟の48分の1スケールキットをレビューしてしまおうという勝手企画の第3弾。9月はタミヤの旧金型冷戦棒新潟兵のキット、10月は長谷川の旧金型冷戦棒新潟キットをレビューしました。発売順が前後してしまったのだが、1982年に長谷川旧金型が出て、1983年にタミヤの旧金型が出てきた。今回は長谷川がリニューアルした新金型キットね。そうそう、冷戦棒新潟では1999年にリニューアルしたキットが最初だったみたい。その後、兵型やオツ型もキット化されました。旧金型との大きな違いは、まずはモールドが大モールドとなったことと、フラップの上げ下げを選択できるようになった。なるほどね。他にはプロペラが1枚ずつ分割されてたり、機銃、機関砲や気筒管が別パーツとなっているなど、大幅にパーツ数が増えた。旧金型は54点の構成でしたね。新金型は85点、余剰パーツも含めての話だけど、えらく増えましたね。そんなこんなで今回も長谷川旧金型およびタミヤ旧金型との外形やディテール比較を行います。動画の最後のまとめで行うのね。仮組レビューに進む前に長谷川の48分の1スケールの冷戦シリーズを紹介します。新金型のシリーズ展開の話ね。そうそう、旧金型では52型のみ販売されていたのですが、新金型は22型と32型から発売された。1994年の発売ね。22型は22型鋼も発売されてますね。そして1996年には11型と21型と続く。11型は先行量産タイプですね。対米戦争突入前の日華事変にて陸上運用機として使われました。21型は空母搭載を前提としたタイプ。着艦フックと翼端の折りたたみ機能が追加された。いよいよ52型のリニューアルね。戦術通り1999年に52型および52型鋼のコンパチキット、2002年には兵型と5464型が出ている。5464型は栄エンジンから近世エンジンに改装した型式ね。この時にスケルトンタイプの52型も出ている。スケルトンタイプ、内部が見えるように作れるキット、内部フレームがエッチングパーツで再現されていた。古くは小暮のムスタングやタミヤの彩雲などもスケルトンキットが出てましたね。2004年には52型の夜間戦闘機タイプも出ている。通称レイヤ戦ね。斜め銃を装備しているのが特徴ね。2006年には冷戦の核型式をコンプリートした記念ボックスが発売された。15種類の冷戦がセットになった記念ボックスね。この中には12士艦上戦闘機、追星エンジンを搭載した試作1号機、2号機貨車、プロペラが2枚なのが特徴ね。零式練習戦闘機、練習機タイプの冷戦ね。複座なのが特徴となるのね。冷戦52型オツ、防弾ガラスなどが強化された型式ね。冷戦62型、こちらは戦闘爆撃機タイプね。その他水上戦闘機の錦水戦なども含まれていた。この後個別でも販売されていきますね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは上空を飛ぶ零式艦上戦闘機52型鋼なのだ。マーキングからだと厚木航空隊に配属された頃の赤松少尉機ですね。ゲンタサーカス、日華事変、対米戦争と長く日本海軍搭乗員として活躍した撃墜王。胴体の撃墜マークがかっこいいですね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは2種類。第302海軍航空隊所属機で赤松少尉搭乗機の冷戦棒新潟港、第653海軍航空隊空母随砲所属機で冷戦棒新潟となる。なるほど。部品点数は余剰パーツも含めて85点。旧金型からパーツ数が増えました。では長谷川の48分の1スケール零式艦上戦闘機棒新潟の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で13パーツ。操縦席床と隔壁、計器パネル、座席と操縦桿などなのだ。計器パネルはどんな感じでしょうか？計器パネルはモールド表現となっていて、細かく分割された計器でカールを貼るタイプ。旧金型に比べると細かいパーツが追加されてますね。座席の昇降レバーが追加されてますね。パイロットはついてませんね。残念ですがついてません。次はエンジンですね。
エンジンは4パーツ構成で境に1型を再現している。と言っても一部はカウルフラップで、水力式単排気管は胴体につけるので、この時点では切り出して終了ね。次はカウリングとなる。ふむふむ。カウリングは1パーツのみ。戦術通りカウルフラップはエンジンで組み込み済み。カウルフラップの開閉選択はできるの？長谷川旧金型同様に選べません。最後にプロペラね。プロペラは全部で5パーツ構成。1枚ずつ分割されたプロペラをスピナー後部に接着する。終わったらスピナー全部をかぶせるのね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟んで接着。タミヤ旧金型は後から操縦席を組み込めました。長谷川新金型も後から組み込むことができそうです。ふむふむ。胴体が張り終えたら機首の機銃部分を組み立てる。ここは3パーツ構成になります。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。シャープなモールドで深さもあります。主翼はどうでしょうか？主翼は3パーツ構成。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。エアインテークの隔壁も組み込みます。主翼仮面の一部は選択式となっていますね。薬莢が抜ける穴の部分かな。選んだマーキングによってパーツが変わります。前述通りフラップも別パーツね。フラップの上げ下げは選べますが固定式です。補助翼操作ロッドと翼担当も接着ね。補助翼操作ロッド、翼担当もお好きなタイミングでつけた方が良いかも。増装を取り付けるには穴開け加工が必要なのね。主翼上面の加工も必要です。一部モールドを削ったり埋める必要がある。選んだマーキングによって加工箇所が変わるのね。そうなのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。ここでエンジンとプロペラの組み込みね。作っておいたエンジンを胴体に取り付ける。そこにカウリングをかぶせてプロペラを取り付ける。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもの通りね。尾頭もクリアパーツとなっています。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができる。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっている。胴体に取り付けて終了なのだ。着艦フックもここで取り付けるのね。着艦フックも選んだマーキングでパーツが変わります。次はアクセサリーね。胴体下に増装を取り付けられる。増装は2パーツ構成となる。なるほどね。最後は主翼の機関砲や気筒管などの細かいパーツ。アンテナなどもありますね。最後に総評なのだ。今回は長谷川の48分の1スケール新金型版の零式艦上戦闘機棒新潟の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？前回の旧金型版同様でパーツの合いは素晴らしい。すべて大モールドになっていましたね。シャープで彫りも深いので合わせ目付近の処理で済みそうです。フラップの上げ下げなども追加されてましたね。タミヤ旧金型版を意識した部分なのかな。パイロットはついてませんでした。最近の長谷川はついてないことが多い。旧金型版はついていたので残念な部分ですね。では各パーツごとに長谷川とタミヤ旧金型と比較しましょうか。まずは操縦席。当然ですが長谷川新金型が一番細かいですね。なんとなく旧金型版のいいところが合体した感じね。次にエンジン。長谷川9番ではエンジン後方が省略されていた。新金型はエンジン奥まで再現してますね。次にカウリングと胴体。新金型はカウルフラップが別パーツとなっている。でも開閉選択まではできませんね。次はキャノピーなど新金型はキャノピーの厚さが薄くなっていた。次は主翼ですね。新金型版はフラップの開閉選択に対応した。なるほどね。次回はタミヤ新金型版をレビューする予定。一応最後となりまして12月中の配信予定ですね。余力があればマイクロエース版もレビューしたい。マイクロエースはファインモールドが出た後になりそうですね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。